こんにちは。初回の動画では、北米のサンディエゴに渡航した際のもう4ヶ月ぐらい前になりますかね。そのぐらいの時の渡航制限と、あと出国と入国のフローについて紹介をしたんですけど、今回はスイスのジュネーブに出張で来ているので、最新の渡航条件とかも最近は結構特にビジネスの利用だと10日間から3日間になったりとか、いろいろこの制限も変わってきているので、出国入国の流れだったり、最新版の隔離の状況だったりっていうのを紹介したいと思います。羽田から今回は ANA でフライトでした。前回は PCR の陰性証明書を取得しましたが、今回はワクチン証明書で不要でした。スイスに入国する場合に用意するものは2つ。入国48時間前から申請可能になる入国フォームと、現地のレストランやスパなどにアクセスするには必須のワクチンの証明書です。どちらもオンラインで入力をして QR コードが発行されます。これらがなぜ日本からの出国に必要なのかというと、 ANA 航空会社のチェックイン時に必ず確認されます。今回は日本でワクチンを打って数日後だったのですが、サンディエゴで J&J を打っていたので、スイスのワクチン証明書も事前に発行できており、スムーズでした。出国したのに入国できなかったら大変だからですね。で、今回は夜のフライトなので羽田はガラガラしてました。手荷物チェックもガラガラでした。で、今回はラウンジで夕食を取ろうとしていたので、税関を通ってすぐにラウンジに向かいました。プラチナ会員なので、ANA ラウンジが通常なんですが、コロナの特需でダイヤモンド会員用のスイートラウンジを使うことができました。ここでクイックに ANA スイートラウンジの最新設備の紹介をします。まずお酒の種類はいろいろ豊富にあって、食事もパスタ、バーガー、牛丼、カレーと一通りあります。で、今回海鮮丼にしてデザートを少しと思っていたんですが、締めにうどんまでしっかり食べてしまいました。ミラーテレビディスプレイなどプライベートが守られるだけではなく、無駄のない半個室シートの作りが快適です。今回はビジネスマンの大好物、効率よく働ける深夜便の利用だったので、シャワールームも使いました。基本的に必要なものはすべて揃っているので、女性でも手ぶらで使うことができます。ちなみにドライヤーはダイソン、化粧水は石器製、シャンプー、コンディショナーなどはターンのものが使われています。スキンケアでは個人的には嫌いではないのですが、石器製よりもビジネスクラスで使われている白のアメニティがあったら嬉しいなと思いました。機内の中では到着するまでぐっすり寝てしまって、気づいたらフランクフルトに着いていました。フランクフルトに着いたら入国審査と税関ですが、どちらもワクチン証明書を求められることもなくスムーズでした。ANA の便でも朝食は出ましたが、スナックをつまんでしまって朝食時にお腹が空いてなかったので、到着してから乗り継ぎ便までの間にルフトハンザのセネターラウンジで朝食をとりました。セネターラウンジはザ・ドイツなんですが、焼きたてのプレッツェルやクロワッサンなどパンが美味しいラウンジです。ちなみにラウンジに入るためには必須でワクチン証明書を見せなければいけないのですが、スイスに滞在中も証明書はレストランで必須なものとしてスキャンされています。ジュネーブには朝8時ごろ着いて、鉄道で市内に移動したのですが、市内のチケットが無料と書いてある機械があったので、そこでチケットを発行してホテルの最寄りの駅まで問題がなく行くことができました。ちなみにジュネーブもドイツと同じようにチケットを通す日本のような改札機というものはなく、チケットは券売機やオンラインで事前に購入して聞かれたら見せるという仕組みになってます。欧州はジュネーブに限らずですが、基本的に街中でマスクをしているのは少数派で、スーパーなどお店や室内の環境ではマスクの着用を推奨されています。到着した瞬間からテレカンがあったんですが、
夕方からは街中を歩いてデパートでクリスマスプレゼントを買ったりなどをして楽しむことができました。街はどこもクリスマスムードで素敵でした。ある百貨店の中の香水売り場で自動販売機が置いてあり、自分の好きな香りを選んでもらえるといったものがあったんですが、普通に香水のお試しであればスルーするところだったのですが、面白いなと思って一つもらってみました。今回食事についてはさっきも少し触れたんですが、レストランはホテルの朝食も含めて必ずスイス当局に提出して発行されたワクチンの証明書の QR コードが必要です。これは推奨ではなく必須なので、ワクチン証明書がないとレストランで食事やホテルのプールなども使うことができません。ただ、ワクチンを打てない人のための PCR 陰性証明書は別途 QR コードは発行されるんだと思います。オランダ在住時にはタイ料理ばかり食べていた私にしてはびっくりなのですが、今回スイスの同僚に連れて行ってもらったレストランの料理はどこも最高に美味しかったです。で、もちろん今回、スイスといえばチーズということで、チーズフォンデュだけではなくビーフフォンデュといったものもあったので、一緒に注文をして食べました。チーズフォンデュのチーズは白ワインのような風味があってあまりに美味しかったので、お土産でも今回は買いました。今回は ANA で往復まとめて購入をしたため、帰りはブリュッセル乗り継ぎで日本のルートでした。今回は PCR さえ受けておけば大丈夫だろうと軽く考えていたのですが、いざジュネーブ空港のチェックインカウンターに着くと、ベルギーの入国に必要な事前フォーム、パッセンジャーロケーターフォームの QR コードが乗り継ぎでも必須ということで、日本の入国で必要な PCR 検査の結果、あと質問票の QR、誓約書の紙と一緒に求められました。ちなみにフォームは長めなので、事前に入力しておくのが良いです。あと今回は Wi-Fi を利用してモバイルデータを使わなかったので、この最後の最後でフォームの入力時に SMS 認証を要求された時には一瞬ギョッとしましたが、カウンターのお姉さんが私の携帯番号を使いなよと言ってくれたので、ありがたく使わせてもらってクリアしました。チェックイン後はスイスエアのホライゾンラウンジへ行きました。スナックや食べ物、飲み物が充実していましたが、COVID の影響でセルフサービスではなく担当者が取ってくれる形式になっていました。仕事でランチが食べれてなかったので、サンドイッチ、ドーナツなどを食べて、その後はお土産のワイン、チーズを選びにショッピングに行きました。機内でブリュッセルまでの間は爆睡していて、気づいたら到着していたので、乗り継ぎまでの間はブリュッセルのラウンジへ行きました。セクション A から B への移動時にボーダーコントロールがありましたが、パスポートと搭乗券だけでスイスで用意した QR コードは見られませんでした。ここはダイヤモンドラウンジというラウンジで、軽食、ドリンクを軽くつまみました。航空会社でも必要書類はまとめて印刷してもらえるっていうことは知っていたんですが、念のため誓約書など印刷できるものはここのビジネスセンターで印刷してもらいました。ANA のフライトでは、もともとの認識通り日本の入国で必要な PCR の結果以外の誓約書、健康カード、検疫法に基づく質問、あと税関申告書が渡されます。厚生労働省のページには何が必要でそれぞれなぜ記入するのかなどが明確に書いていないので、とにかく航空機内で渡された紙はその場で書いておくのが良いです。日本に降りたら、まずは同じ便の乗客が全員降りるまで待ちます。早めに降りられれば早めに手続きをしてもらえるので、それに越したことはないのですが、人数が多いと待たされるので注意です。今回は乗客は16人でした。降りた後はまず待ちます。記入した用紙を2度ほどチェックされて、改めて便名、どこから入国したかをチェックされ、PCR テストに進みます。その後は質問票の QR を作成しました。その後はアプリのインストール、使い方の確認です。数ヶ月前はアプリでは OEL、接触者確認のココア、
MySOS の3つでしたが、OEL が MySOS に統合されたので、入れるアプリは今回2つでした。すべて終わると PCR の検査結果を待つ待機所へ行きます。だいたい30分ほど待ち、最後は通常通り税関申告書を税関で出して予約していたハイヤーに乗って帰りました。ちなみに帰国者はタクシーや公共交通機関が使えないので、成田からハイヤーを雇いましたが、都内までは2万6,000円から3万円程度でした。以上、海外渡航をする場合の出国・入国の手続きと、現状の、今回はスイスですけど、スイスの渡航制限だったり、入国・出国で必要な書類のまとめについての紹介でした。